こんにちは、ミミです。モカです。今回は、新しい戦車に組み込む予定の捜索レーダーと、ドローンを作りました。3機もあるじゃん。索敵能力のためです。前作った戦車は、索敵能力が貧弱でした。例えばこんな状況だと、この戦車の前に2両いるんですけど、壁に隠れてる戦車は、レーダーに映らないです。なので、レーダー画面に赤点が1つしか表示されてません。壁の裏だしね。やっぱ、戦車の位置から直接見える物体しか検知できないのは、不満です。まあ初期型だと、そもそも捜索レーダー自体がなかったです。車内で何もいないように見えても、こんなことがあります。カスじゃん。なので今回、このシステムを作りました。早速、このシステムの特徴を紹介します。見た目の通り、戦車1両がドローン3機を従えて索敵するシステムです。ドローンには、レーダーが搭載されていて、ドローンが捉えた情報を戦車に送ってます。また、カメラも搭載されてるので、こんな感じに相手を確認できます。便利だね。ドローンのスペック表はこんな感じです。風が強くても、戦車についてこれるような性能にしました。多少ずれますが、風 100% でも飛べます。レーダーはだいたい 5km の範囲で敵を見つけれて、JAF も搭載してます。こんな感じで、簡単なミサイルならJAF でなんとかできます。当たってないね。でも12発しかないじゃん。ドローンが小さいからしょうがないです。あと、塗装もできるだけ空に溶け込むような色にしました。前作った UAV と同じで、カウンターシェーディングってやつです。光が当たる面は色付きで、光が当たりづらい面は明るく塗装してあります。まあ、そもそも小さいので見つけづらいと思います。1km 先にあるんですけど、数ピクセルです。小さ。あと、高度 300m くらいを飛行するので、真下でも音は聞こえないです。無警戒なら気づけなさそう。じゃあ、次は戦車側の改良点を紹介します。まず、前の戦車だと、照準用のカメラの映像にマップを表示できませんでした。前の戦車じゃ問題ないですけど、新しい戦車はビューイングスコープで照準する予定です。これだと、照準中にマップが確認できなくなります。なので、照準用のカメラにマップを上から描画するようにしました。これなら攻撃中も、周りを確認できます。見やすいね。あと、ディスプレイをタッチすると、その座標を照準中に確認できるようにもしてあります。目印にしたり、位置関係がわかりやすくなるはずです。あと、下の数字は距離を表してて、単位は km です。ちょっと便利だね。次は、使い方を紹介します。まず、適当な座標にウェイポイントを設定します。どこでもいいの？相手にバレなければ、どこでも OK です。あとは、電源をオンにして、座標を入力します。この座標から、通信周波数を生成してます。ドローンも同じように、電源をつけて、座標を入力していきます。ちょっとめんどくさいね。周波数が特定されないようにするためです。じゃ早速ドローンを飛ばしてみたいと思います。と言っても簡単で、ここの矢印ボタンと7セグでドローンを選択して、モード変更ボタンを押すだけです。全ドローンをフォローモードで飛ばしてみます。何それ？このモードだと、距離を空けて戦車についてきてくれます。飛んでったね。ディスプレイ上でも飛んでってるのがわかります。フォローモードだと、こんな感じで戦車を中心としてドローンが3回します。そして、戦車やドローンのレーダーが捉えた物体が赤で表示されます。十字が地上目標で、×印が空中目標です。ドローンが捉えた情報も表示されてるので、本体から直接見えない位置の戦車も見つけれてます。レーダーはいい感じだけど、ドローンのカメラは？じゃあ、ドローンのカメラ映像を確認する方法も説明します。まず、カメラを見たいドローンを選択します。そしたら、見たい座標やレーダー反応をタッチして、ビューイングスコープを覗けば OK です。ズームは自動で調整されて、左上で距離とか燃料とかも確認できます。へえ。ドローンをどこかに行かせたいことも、あると思います。そういう時は、ドローンを選んで行かせたい座標をタッチしてください。あとは、ウェイポイントモードボタンを押せば、そこに行ってくれます。ドローンの操作は、全部タッチとかボタンで済むんだね。戦車操作してたら、ドローンまで操作する暇ないからね。うわ、嫌がらせばっかりしてくる村があります。最悪な画角でした。それはさておき、最後に着陸方法も説明します。着陸させたいドローンを選んで、座標を選んで、着陸ボタンを押すだけです。あとは自動です。XY 座標をある程度合わせたら、ゆっくり降下するようになってます。丁寧だね。ちなみに、下部に距離センサーがついてるので、地面の高度を指定する必要はないです。山にも着陸できる？非推奨ですけど、ある程度ならできます。転びそうだったね。水平な地面じゃないと危ないです。ということで、このシステムの紹介は以上です。今からは、前に作った戦車を近代化改修してみたので、こっちの紹介に移ります。前回作った APS とか、今回作ったシステムを組み込んでみました。見た目はこんな感じです。ドローン以外、あんま変わらないね。
外観は、APS ら辺がちょっと変わったくらいです。APS が変更されてたり、ドローンとの通信用アンテナが追加されてます。ただ、一番変わったのは操作盤です。標準用のディスプレイとか車体カメラ用ディスプレイがなくなったので、すっきりしました。ビューイングスコープがメインになったね。こっちの方が解像度が高くて、便利です。あと、AP 弾対策もしました。今まで防げなかったの？防げてたんですけど、アプデで防げなくなってました。正面から打ち込んでみると、内部が損傷しちゃいます。運転席とかエンジンまで貫通してました。燃えちゃったね。なので、走行の一部をウェイトブロックに変えました。赤いところです。改良後に打ち込んでみると、内部は無事でした。正面なら大体防御できます。側面は？いやまあ、普通に貫通します。ダメじゃん。できれば次の戦車で改良したいです。あと、ウェイトブロックが後付けってのもあって、車重は 50% 増加しました。最初からウェイトブロックの配置を考慮できれば、もうちょっとだけ軽くできるんじゃないかなって思います。そうかもね。ということで、戦車に関してはそんな感じです。ただ、次回は自爆ドローンを作ってみる予定です。戦車じゃないんだ。やっぱり、密漁船を狩るための安価な手段が欲しいです。センサーや長いアンテナを搭載した高価なドローンと、最低限のパーツで作った安価な自爆ドローンの組み合わせが良さそうって思ってます。うまくいくの？多分きっと、できるはずです。じゃ、今回の動画は以上です。ここまでご視聴ありがとうございました。高評価とかチャンネル登録してくれたら嬉しいです。